皆さんこんにちは、寺島です。今回なんですけれども、ネクストラでブログを作っていこうと思います。まずはじめにネクストラの簡単な説明なんですけれども、こちらはネクストラの公式サイトで、ここに書かれているように Next.js 製の静的サイトジェネレーターとなっています。もしかしたら Next.js の公式のチュートリアルでブログを作ったことがある方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、Next のチュートリアルのブログにはいくつか問題点があるかなと思います。具体的には、ここに書かれているような感じで、マークダウンファイル内でイメージやリンクコンポーネントが使えないというものがあります。これはどういうことかというと、マークダウンの中には画像やリンクなどを埋め込むことがあるかなと思うんですけれども、それらの画像やリンクっていうのは、できれば Next.js が提供してくれているイメージコンポーネントであったりだとか、リンクコンポーネントを使った方が画像が最適化されたりであったりだとか、ページ遷移時に無駄な読み込みが発生しないなどのメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思います。ですが、Next.js のチュートリアルで提供されているようなブログであると、これらが勝手に置き換わる仕組みがないので、少しパフォーマンス性が劣るんじゃないかなっていうふうに思います。続いて、マークダウンのファイルの編集時にページが自動で更新されないっていう問題があります。これはどういうことかっていうと、ブログを書く際はマークダウンのファイルを編集していくことになるかなっていうふうに思うんですけれども、そのマークダウンのファイルを編集したときに、例えばローカルホスト3000で立ち上がっているページ上でも、その変更が即座に反映されてほしいですよね。ただ実際にその変更を確認する際っていうのは、ページの再読み込みを手動でしないといけないっていう問題点があります。これに対応する方法もいくつかネット上で調べるとあるっちゃあるんですけれども、あまりスマートではない方法だったりだとか、設定が複雑だったりするので、少し面倒かなっていうふうに思います。その点、ネクストラを使うと、例えば先ほどの最初の問題ですね。それに対しても、マークダウンのファイル内で内部リンクとか画像とかを、勝手に Next.js のリンクやイメージコンポーネントに置き換えてくれるっていうメリットがあったりだとか、マークダウンのファイルの編集をした際にも自動でページのリロードが発したりだとか、あとはダークモードですね。明るい画面だったり暗い画面だったりっていうのを、切り替える機能が提供されていたりなど、簡単に高機能なブログを作ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。一方で、ネクストラにはいくつかデメリットもあります。まずはじめにカスタマイズ性がちょっと低いかなっていうことですね。これは最初からある程度デザインが整ったブログを提供してくれてる一方で、そのブログに手を加えるときとかは少し面倒なんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。で、続いて公式ドキュメントがまだ整備されてないっていうことですね。で、こちらに関してなんですけれども、ネクストラの公式サイトの上の方にドキュメンテーションというところで公式が提供してくれているドキュメントを見ることができるかなと思います。ネクストラは現状公式が提供してくれているテーマがドキュメンテーションのテーマとブログのテーマがあって、ドキュメンテーションは今ここに表示されているようなサイトを作る際に、便利なものですね。で、ブログのテーマなんですけれども、こちらがブログを作る際に使うものになってるんですけれども、こちらが今ここに書かれているような感じで、この動画を撮影している現時点だと、Docs for this テーマ is under construction ということで、まだ作業中というか、このドキュメントが完全に整備されてないことがわかるかなと思います。そこで、今回の動画では、このドキュメントの内容を補って、Nextra を使ってブログを作る方法をお伝えしていければなっていうふうに思います。では早速 Nextra でブログを作っていこうかなと思うんですけれども、まずはプロジェクトの作成ですね。でこちらに関しては、公式が提供してくれてる以外にもいくつかブログを作るためのライブラリとかテーマとかパッケージがあったりするっちゃするんですけれども、ちょっと一部手動でパッケージを入れたりして作成していければなっていうふうにも思います。以前ここに書かれているようにやったこともあるんですけども、これだとちょっと動作しないので、まずは Create Next App で Next のプロジェクトを作ってから、そこに Nextra と Nextra のブログのテーマを入れていこうかなと思います。ではそうしましたら、まずはターミナルに移動しまして、現状自分は SRC のフレームワークスの Nextra っていうディレクトリの中にいます。で、使っているノードのバージョンなんですけれども、バージョンが 16.18.1 ですね。で、ここから Nextra のプロジェクトを作っていこうかなと思います。で、そうしましたら、Yarn の Create Next App ですね。これを実行していきます。そうしましたら、まずプロジェクトの名前なんですけれども、こちらに関しては Nextra ブログサンプルにしようかなと思います。続いてタイプスクリプトを使うかどうかなんですけども、こちらに関しては Yes を選択します。で、ESLint も Yes。で、SRC ディレクトリも Yes。で、Experimental App ディレクトリは No。で、Import Alias がデフォルトの設定でエンターを押して進めていきます。パッケージのインストールが終わったので、今作ったプロジェクトに移動しようと思います。で、CD Nextra ブログサンプルで移動しまして、で、この状態で追加で必要なパッケージを入れていこうかなと思います。で、そちらに関しては、ここに書かれている、Nextra と Nextra テーマブログですね。で、これをコピーしまして、yarn add で
追加しておきます。これで必要なパッケージは一旦は全部整った形になります。続きまして、このプロジェクト VS コードで開こうと思います。そしたらコードコマンドで開いていきます。プロジェクトが開かれました。そしたら、パッケージが先ほどの Nextra と Nextra テーマブログが追加されていることがわかるかなと思うんですけれども、続いてこれが動作することを一旦確認しておこうかなと思います。で、Nextra と Nextra テーマブログを設定を反映する前に一旦通常の Next のプロジェクトが動作しているかを確認していこうかなと思うので、ターミナルに戻りまして、yarn dev を実行していきます。するとローカルホスト3000が立ち上がると思いますので、これに移動してみるんですけれども、はい、こういった感じで Next のプロジェクトが立ち上がっていることが確認できるんじゃないかなと思います。で、続いて、設定を追加していくんですけれども、まずは NextConfig.js の設定ですね。でこちらは、Require Nextra というふうにして、Nextra の設定を組み込むことができるんですけれども、この Nextra の設定っていうのは、ここに書かれているような感じで、この With Nextra の中に Next のデフォルトの設定を追加していくことができるという感じですね。そしたら、プロジェクトに移動しまして、これを書き換えていこうかなと思うんですけれども、まずはこれをコピーして、貼り付けていこうと思います。で、続きまして、もともと用意されている設定をエクスポートするのではなくて、この NextConfig を WithNextra に渡してあげるような設定に変えておこうかなと思います。そうしましたら、ちょっと設定を修正していきたいんですけれども、まず NextConfig に Images として Unoptimized を True にしておきます。で、こちらなんですけれども、今回作成したブログっていうのは、Next のエクスポートコマンドで静的にジェネレートして、それを何かしらの静的サイトホスティングサービスで動かそうかなっていうふうに思ってるんですけれども、Next エクスポートをする際に、現時点だとイメージの最適化を走らせると、エクスポートが有効にならないっていう問題がありますので、それに対処するために、Images で Unoptimized を True にしておきます。続いて、テーマのコンフィグなんですけれども、こちらに関しては、公式のドキュメントを見る限りだと、テーマ config.jsx っていうものを追加するっていう風になってるんですけれども、こちらは TS ファイルでも問題ないので、テーマ config.tsx にしようかなと思います。で、続いて、このテーマ config.tsx っていうのを追加していくんですけれども、こちらを追加して、ここにいろいろ記述を追加していこうかなと思います。で、公式のドキュメントに戻って、このテーマ config.jsx に書かれている内容をコピーしていくんですけれども、コピーしましたら一旦貼り付けます。で、このままだと、少し警告が出ているので修正していこうかなと思うんですけれども、まず TS のファイルなので型情報を付与していきたいなと思います。で、このテーマ config.tsx の型情報なんですけれども、インポートタイプで Nextra ブログテーマっていう型情報がありますので、それを使っていこうかなと思います。で、エクスポートをデフォルトしているので、そのままこれに型情報を付与していきたいんですけれども、TypeScript の、satisfies オペレーターを使って、Nextra ブログテーマっていう風にしていこうと思います。そうすると、ここに記述していく設定に型情報が保管されるので便利かなと思います。で、現時点でこのポストフッターっていうところですでに型エラーが出てますね。で、これなんですけども、本来はストリングが undefined っていうことなので、これを修正していこうと思います。で、ポストフッターに関しては、記事情報の下というか、記事ページの下に書かれる文言ですね。これは何でもいいんですけども、ここまで読んでいただきありがとうございましたとか、ちょっと適当な内容にしていこうかなと思います。で、その他の設定を見ていこうかなと思うんですけれども、まずフッターですね。フッターに関しては、サイト全体の下に表示されるフッターですね。で、これは何でもいいんですけど、適当に自分の名前でも入力していこうかなと思います。で、続いてヘッドですね。で、これは HTML のヘッドに書かれる内容なんですけれども、こういった感じで React ノードを渡すことができます。で、これはメタ情報のディスクリプションとかタグとかオーサーとかによって条件分岐でそのメタタグを表示したりしなかったりを変更しているっていう感じですね。このメタ情報については後ほど少し説明していこうと思います。で、続いて Read More なんですけれども、これは記事情報の一覧ページで、その記事を省略して表示するためのプロパティであるディスクリプションというものがあるんですけれども、それを設定していた際に表示する文言ですね。これは日本語で、そうですね、何でもいいんですけど、続きを読むとかにしておこうと思います。続いてダークモードなんですけども、こちらは一応フォルスにしていても、勝手にそのブログを開いた人の環境を読み取って、ダークモードが有効になったりするっぽいんですけれども、切り替えられるようにしたいので、ダークモードの設定は True にしておきます。
で、True にしておくと、ダークモードの変更ボタンが表示されるかなと思います。で、次に、Navs なんですけれども、こちらに関しては、サイトの上部に表示されるナビゲーションですね。で、これは文言と URL を設定するようになっているので、適当に自分のサイトと適当な文言を追加していこうかなと思います。で、他にも設定はいくつかあるんですけれども、そうですね。その設定の詳細っていうのは、この Nextara ブログテーマコンフィグを確認するとわかるかなと思います。で、ここに書いてあるインターフェースを見ると、どのようなものが設定できるか確認できるといった感じですね。で、例えばなんですけれども、元から追加されてなかったものとして、タイトルサフィックスっていうものがあるかなと思います。で、こちらに関しては、タイトル情報の末尾に何を追加するかっていうもので、タイトルサフィックスとして、そうですね、今回はこのブログの名前をサンプルブログにしようかなと思うので、適当にサンプルブログにでもしておこうかなと思います。これで一応一通り設定が終わったので、再度動作を確認していこうかなと思うんですけども、ここで一つ注意点で、基本的に Next のプロジェクトだったら、Next Config.js を書き換えた際っていうのは、起動しているサーバーを一回停止して再度起動し直す必要があるかなっていうふうに思うんですけれども、テーマ Config.tsx に関しては、こちらに関しても修正をした際っていうのは、画面上では勝手に画面が切り替わらずに自動でリロードしてくれないので、手動でページをリロードしてあげる必要があります。そうしましたら、一旦サーバーを Ctrl+C で終了しまして、yarn-dev で再度立ち上げていこうと思います。ローカルホストの3000番を確認していきます。ローカルホスト3000ですね。で、そうですね。この時点だと、まだ Next のデフォルトの設定というか、デフォルトのページが開かれてるんで、ここからちょっと修正をしていこうかなと思うんですけれども、まずは Pages の設定ですね。で、こちらに関しては、まず API が今回使わないので、ちょっと削除しておきます。で、続いてトップページなんですけども、こちらも一旦削除しておきます。で、AppTSX なんですけども、グローバルに読み込んでいるスタイルも今回使えないので、削除しておいて、で、スタイルズのディレクトリも使わないので、不要なので削除しておきます。で、続きまして、Pages の中に index.md っていうファイルを作っていこうかなと思います。こちらに関しては、Nextara を使っている際は、Pages ディレクトリの中に、こういった感じで MD とか MDX といった名前のファイルを作っていくことができるので、これが Pages すら index.tsx みたいなものになるっていうイメージですね。で、これらの MD ファイルの上なんですけれども、上にフロントマッターというハイフンを3つで区切った形式で、その中に YAML を書いて、このページのメタ情報みたいなものを付与していくことができるんですけれども、このメタ情報を、まずタイプをページにしておこうと思います。で、続いてこのページのタイトルですね。で、それをサンプルブログにしておいて、で、ちょっと適当に満たして、サンプルブログへようこそみたいな感じにしていこうと思います。で、これでちょっとページを確認していきたいんですけれども、ちょっと一瞬エラーが出てたんですけども、開かれてますね。今リロードしたんですけども、で、これがこっちはいらないんで消しておいて、で、ブログが動作してることが確認できるんじゃないかなと思います。で、自己紹介を押すと外部のページに飛ぶみたいな感じですね。で、あとは、このちょっと小さいですけど、月のマークを押すと、こんな感じでダークモードの切り替えもできるっていう感じですね。で、メタ情報なんですけれども、こちらに関しても、先ほど開いたファイルを見ると、これが、Nextara の型情報なんですけれども、ここですね、このブログフロントマッターっていうところを見ると、メタ情報として追加される想定があるものが確認できるようになってます。で、タイトルはそのページのタイトルで分かりやすいかなと思うんですけども、タイプがポストとページとポストとタグを取れるようになっています。で、デフォルトの設定では確かポストになっているので、ポストを設定する際は省略しても大丈夫です。で、ページが一般的な汎用的なページで、ポストが記事の一覧ページで、タグがタグページに使うためのタイプとなっています。で、その他にもいろいろあって分かりやすい形式ではあるんですけれども、例えばオーサーがそのページを書いた著者の文字情報ですね。で、続いてバックなんですけども、こちらは現時点だと自分が調べた限りだと使われていないんではないかなっていうプロパティなので、一旦スキップしておきます。で、続いてデートなんですけれども、これは記事が書かれた日時情報ですね。で、続いてディスクリプションはそのページの要約みたいな情報が表示されることになっています。で、続いてタグなんですけども、タグに関しては文字列でカンマ区切りか配列でタグをいくつも追加することができるようになっています。で、ページが動作することが確認できたかなと思うので、続いて
ブログを追加していこうかなと思うんですけれども、ブログに関してはそうですね、自分が見てきた Nextara のプロジェクトだと、大体はポスツっていうディレクトリを作って、その中にブログを書くようにしているところが多かったので、それに倣って追加していこうかなと思います。まずは記事の一覧ページですね。記事の一覧ページをポストの中のインデックス MD として追加していきます。で、ここにフロントマッターでタイプをポスツとして、タイトルが記事一覧ですね。で、これで記事の一覧ページですみたいな感じにしようと思います。で、ここで確認すると記事一覧っていうのが追加されていることがわかるかなと思います。で、これを押すと記事の一覧ページですということで、先ほど設定した内容が反映されているのがわかるかなと思います。で、まだ記事は一つも作られてないので、ここに表示されている記事はありませんね。続いて記事ページを追加していこうかなと思います。何でもいいんですけども、foo.md みたいな感じにして、これにメタ情報を追加していきます。で、先ほどここに書いてあったメタ情報を確認しながら追加していくんですけども、まずはオーサーですね。これは適当にちょっと自分の名前を書いておいて、で、デートですね。で、これが日付情報で適当な日付を書いておこうと思います。で、続いてディスクリプションで要約みたいなことを書いておこうかなと思うんですけども、要約のサンプルとか適当に設定しておきます。で、タグですね。で、タグは今回は間幕切りで適当に追加していこうと思うんですけども、こんな感じにしておきますかね。で、タイトルでサンプル記事1とかにしておいて、そうですね、サンプル記事ですみたいな感じにしておきますかね。で、これで画面を戻って記事一覧なんですけども、こんな感じで記事が追加されていることがわかるかなと思います。で、ここに要約のサンプルって書いてあって、続きを読むを押すと、こんな感じで記事ページに飛びましたね。で、この記事なんですけども、サンプル記事ですっていうのと、先ほどの設定で追加したここまで読んでいただきありがとうございましたっていうのも表示されていることがわかるかなと思います。で、バックを押すと記事一覧に戻るようになってます。で、せっかくなので、マークダウンの記法とかがどれぐらい使えるのかっていうのを確認していこうかなと思うんですけれども、そうですね、何でもいいんですけれども、適当に見出し1とか、見出し2とか、見出し3とか、あとは、リストとか、リストのネストとか、番号付きリストとか、あとは、コードブロックですね。コンソールログ、ファンクション風みたいな感じで、かなり適当に書いてますが、他はそうですね、せっかくなんで画像とかも追加したいんで、画像を表示しようかなと思うんですけども、こちらに関しては適当に持ってきた画像があるので、それをファブリックの配下に入れておこうかなと思います。で、入れまして、で、ちょっと使わない余計な画像については削除しておこうかなと思います。で、このフォトなんですけれども、こんな感じでスラからパブリックを参照してくれるので、こんなように書いていこうと思います。で、あとはテーブルですね。テーブルとかもちょっとなんか適当に書いていこうかなと思うんですけれども、あとは引用文とか、引用文です。とか、あとは区切りとかですかね。あとはそうですね、脚注とか、脚注の例です。みたいな感じで、追加していこうと思います。で、これでちょっと確認していきますかね。で、記事ページを確認すると、こういった感じで表示されていることがわかるんじゃないかなと思います。で、脚注とかもこれをクリックするとちゃんと上に戻ることが確認できたりとか、ブログとして動作しているのがわかるんじゃないかなと思います。ダークモードの対応もバッチリですね。あとはタグなんですけれども、タグに関してはまだページがないですね。例えばこれをクリックすると、こんな感じでタグズっていうところに遷移するんですけれども、ページが存在しないので404になってます。なのでタグのページを作っていこうと思います。で、タグのページなんですけれども、そうですね。まずは戻ってディレクトリを作るところからですね。で、ページズのタグズで、タグズの中にtag.mdx っていうファイルを作成します。で、すいません。これはちょっと記述が間違えてますね。正確にはこうですね。で、これでパラメータとしてタグを受け取れるようになったので、ここにいろいろ書いていこうかなと思うんですけども、まずはフロントマッターで、
ここがタグのページであることを分かるようにします。で、続いてタイトルがタグとかにしておきますかね。で、これは MDX のファイルなので、ここに React のコンポーネントなどを書いていくことができます。で、MDX のファイルは、デフォルトの VS コードだと、これが MDX であることが認識してくれないので、まだ拡張機能が入っていない方は、拡張機能のところから MDX などで検索して、MDX のシンタックスハイライトが効くように拡張機能を入れておくといいんじゃないかなと思います。で、ここにいろいろ記述していくんですけれども、まずは、use ルーターで、NEXT のルーターをインポートします。で、続いてタグ情報を表示していきたいので、それについて書こうと思うんですけれども、スルーターのクエリですね。で、リターンタグとしておこうかなと思います。で、続いてこれを表示したいので、今設定したコンポーネントを書いていこうと思います。これで動作確認をしてみようと思います。で、ちょっとエラーが出てるんですけど、再読み込みしたら基本的には動くんじゃないかなっていう感じですね。で、ここで foo の記事一覧ということで、タグが動作していることも確認できたかなと思います。あとは、リンクの確認もしておこうかなと思います。記事一覧ページに戻りまして、で、記事ページに適当にもう一つ記事を追加しておいて、先ほどの foo の記事をちょっとコピーして、適当に日付を変えてサンプル記事2とかにして、リンクを追加していきますかね。リンクなんですけど、適当に to foo とかってして、で、これがポスツの foo なんで、これと、こっちにも to bar っていうことでリンクを追加していこうと思います。で、とりあえず、記事が2つ追加されていることは確認できましたね。で、続きまして、ページ遷移の確認なんですけれども、こんな感じで ToFoo を押したり、ToBar を押したりして、サンプル記事の1と2に行ったり来たりできることが確認できるんじゃないかなと思います。で、これを押した際に、この左上を見ると、リロードが走ってないというか、ページ遷移の際のここが読み込み状態になるのが走ってないことがわかるかなっていうふうに思うので、NEXT リンクが動作していることも確認できたんじゃないかなと思います。はい、これで一通りブログの作成ができたんじゃないかなっていうふうに思うので、このブログを外部のホスティングサービスで動かすための設定もちょっとだけ追加していこうかなと思います。で、その設定なんですけれども、エクスポートですね。で、NEXT のエクスポートっていうのがありまして、エクスポートっていう風な名前にして、この中がやることとして、NEXT のビルドと NEXT のエクスポートを動作させるようにしておこうと思います。で、これを走らせることによって、静的サイトのエクスポートが走るといった感じですね。で、これなんですけれども、実際に動作確認として動くことを確認していこうと思います。今起動しているサーバーは一旦終了して、そうしたら LAN のエクスポートを実行します。するとビルドとエクスポートが走っていくかなと思います。一応成功したんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、このアウトディレクトリで動作することをローカル環境で一度確認しておこうかなと思います。で、そういう時に便利なのが Serve っていうパッケージがありまして、それを npx経由で動作させていこうかなと思います。このサーブなんですけれども、引数としてアウトっていう実際に出力された今回のディレクトリですね。そこを渡してあげると、それを起点としてサーバーを起動することができます。なのでこれを実行していきます。で、ローカルホスト3000が立ち上がりますので、これを確認すると、実際にアウトディレクトリで走ってる様子が確認できるんじゃないかなと思います。問題なく動作していますね。NEXT エクスポートで出力されるのがこのアウトっていうディレクトリですね。で、ここまでで一通りこのブログが動作することは確認できたかなっていうふうに思うんですけれども、もしこれを今後実際に自分でホスティングしたいってなったら、例えば Cloudflare Pages であったりだとか、GitHub Pages であったりだとか、Netlify などに追加するっていう感じですね。基本的にはそこまでこれから追加で必要な設定とかはないんですけれども、Cloudflare Pages でデプロイする際は、もしかしたら Node.js のバージョン情報っていうのをパッケージ JSON や Node バージョンなどとしてファイルとして追加しておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。また今回動画で作成したこのブログに関しては、GitHub に上げて概要欄にも URL を載せておこうかなと思いますので、気になる方はぜひ確認していただければなと思います。
それでは今回の動画は、ここで終わりにしようかなと思うんですけれども、最後に自分はユーデミで動画の講座を公開しています。で概要欄にお得なクーポンがありますので、気になる方はぜひチェックしていただけますと幸いです。というわけで今回の動画は以上になります。今回の動画が参考になったと思った方は、ぜひ動画の高評価とチャンネル登録をしていただけますと幸いです。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。